ベネチアサンタノベーラ駅に到着。現在の気温は25度。とても過ごしやすいです。宿まで歩いて向かいたいと思います。最初の橋を渡ります。結構角度きつい。運河には夜中でもフェリーが走っています。なんかこういう細い路地を通るとインドのバラナシみたいに思えてきます。今 Google マップを見ながら歩いてんだけど、本当に迷路みたいな街だわ。夜でもめちゃくちゃ陽気な音楽流れてます。そういえばベネチアに観光税が導入されるみたいな話聞いたことあるんだけど、実際に来てみてそんな印象はありません。残り250メートル。かなり複雑な道で2キロぐらい歩いてます。ようやく宿に到着。日本の1階が0階と表示されるようです。無事にチェックイン完了。シャワーとトイレは共用でこんな感じ。なんか鍵の開け閉めめっちゃ難しくて、強く押して回さないと開け閉めできませんでした。おはようございます。朝飯食べに行きます。ベネチアハイブラのお店が結構立ち並んでる。歩いてたら急に出てきた広場、めちゃくちゃ広いんだけど、イタリア何個か広場歩いてみたけど、ここが一番広いわ。世界で最も古いカフェフローリアに着きました。1700年代に創業したらしく、メニューは最低2000円以上するそうです。サンマルコ寺院、イスラムのモスクのような雰囲気があります。ベネチアにはいくつかの島があり、ゴンドラを使って行けるそうです。フガーレ宮殿、旧ベネチア共和国の総督の家だったそうです。ベネチアにはこういった露天商が多く立ち並んでいます。気になっていたビストロベルデに到着。イタリアのカフェ、結構立食で食べる人も多いようです。席と店内の雰囲気はこんな感じ。もともと気になっていたマスカラポーネのティラミスとエスプレッソ。では実食。おお、すごいしっとりとしたね。日本のティラミスって結構柔らかいっていうか、そんな噛む必要ないと思うんだけど、このは結構ずっしりしてて、ずーっと口の中に後味が残ってて、エスプレッソが絶対進んじゃうじゃん。なかなかね切れないんだよね、ナイフ使って。ごちそうさまでした。世界一美しいと有名なアクアアルタ書店に到着。この書店は2002年に開業され、アクアアルタはもともとイタリア語で高潮を意味するらしく、本を高潮から守るためにさまざまな工夫がされてきたそうです。カルロ・ゴルドーニ記念碑前。カルロ・ゴルドーニはイタリアの劇作家として有名で、この記念碑は1883年に建てられたそうです。ベネチアは昼間でも最高30度、日陰にいればだいぶ過ごしやすいです。リアルト橋に到着。リアルト橋は恋人の橋として知られており、ベネチアで一番古い橋だそうです。この橋の周りは海抜が比較的高く、
高潮の被害が少ないことからベネチアの商業地の中心として栄えたそうです。実際この橋の周りは骨董品などの商店が多く立ち並んでいました。リアルト橋を遠くから眺めるとこんな感じ。水上バスが朝から晩までめちゃくちゃ走ってます。バスはこんな感じの見た目。ベネチアのショッピングモールに到着。展望台があると聞いたので登ってみます。予約が必要ということで予約完了し30分後にまた訪れます。ベネチアって仮面舞踏会が有名らしくて、こういう仮面が街の至る所に売ってるんだよね。ボートと水上バスの数がすごい。ゴンドラの運転手ってなるの大変らしいんだけど、すごい給料高いらしいんだって。展望台前にお手頃なピザ見つけたので食べたいと思います。野菜ピザ頼みました。これで4ユーロだからだいたい680円ぐらいだと思います。いただきます。こういうテイクアウトできるピザのお店がベネチアめっちゃあるわ。ピザの耳に近づいてくるにつれて生地がサクサクになってきて、これまた味変でうまいわ。予約したテラスの展望台に到着。180度すべてベネチアの景色を楽しめます。ここの展望台より高いビルってないんだね。こちらはフェニーチェ劇場。フェニーチェはフェニックス、不死鳥という意味で、その由来は1700年代に消失したベネチアの他の美術館、歌劇場の跡継ぎとして名付けられました。その後この歌劇場自体も2度も焼失で全焼しましたが、その度に再建され不死鳥にふさわしい歴史をたどってきたそうです。これから水上バスでリド島に向かいます。チケット変えて無事に入れました。なんかタッチして入ったんだけど、こんな紙みたいに薄いカードに IC チップとか挿入されてんのかな。風がめちゃくちゃ気持ちくてすっげえ涼しい。なんか水上バスの駅の名前サンマルコ、すっげえ番組らしいわ。ベネチアの本島から少しずつ離れていきます。海側には別の船も移動中。水上バスのチケットはいくつかプランがあって、これが買ったのは75分のチケット。これで 9.5 ユーロだからだいたい1600円ちょいって感じ。リド島に無事到着。ここの島すっげえ長いビーチがあるらしくて、そこに行ってみたいと思います。いかにもリゾート地って感じの雰囲気です。ちょっと暑すぎてメロンアイス買っちゃいました。これで2ユーロ340円だから日本とあんま変わんないかも。ジェラート独特の滑らかな口当たりがやっぱやみつきになるね。結構歩いてようやくビーチに到着。海に着きました。まさかベネチアにビーチがあるなんて知らなかったわ。 Google マップで本島以外の観光地見てたらこのビーチ見つけたので来てみたんだけど、マジで人多いよ。しかも肉眼じゃ追えないぐらい遥か遠くまで続いてる。今回は全く海来る準備してなかったのでフェリー乗り場に戻ります。船乗り場に戻ってきました。船が出発しベネチア本島に戻っています。ベネチア本島の建物が見えてきました。本当に街全体が観光地って感じです。本当に戻ってきました。イタリア初代の国王ヴ
ビクター・エマニュエル2世の記念碑がありました。ため池橋の前に到着。囚人たちがこの橋を渡る際にため息をついたとされることが由来だそうです。カフェフローリアンの前では素敵な演奏がされていました。暑くて宿で休憩しました。これから飯食いに行きます。外に出てもまだこの明るさ。いやー、ヨーロッパの夏楽しいわ。バカランドというバルみたいなお店に来ました。注文終わって席に着きました。これがピケッティかチケッティっていうトウモロコシの生地のパンみたいなものとイカ、そしてこちらがタパスのような米が生ハムとイチジクかな。でこっちがピスタチオと、ちょっとこの白いもの分かんなかったので食べて確認しようと思います。最初めちゃくちゃ甘いんだけど、後からすぐに苦みが襲ってきて甘みを打ち消してくれるのが結構いいアクセントしてる。これにかかってるニンニクとオリーブがすっげえいいアクセントしてて、この生地自体はさっぱりとしたオムレツみたいな感じ。ここに乗ってたイカは歯ごたえがすごくて、何回噛んでも肉汁出てくるから、この後味で酒何杯でもいっちゃいそうだよ。この白いのは魚のツナみたいな感じで、味はなんだろう、マグロでもなくサバっぽくもなくイワシでもないっていうか、ちょっと青魚寄りの味でした。生ハムの塩っぽさとイチジクの甘みがいい感じにマッチングして、これはうまい。ごちそうさまでした。そしてこの後はしごしちゃおうかなっていう感じの空腹感もあるので、次行ってみよう。2点目はスタゴール、リーズナブルなパスタ専門店に来ました。パスタの種類を選んでそこからフレーバーを選ぶという流れ。イカスミパスタ届きました。めっちゃいい匂いするわ。イカスミの風味抜群で麺ももちもちで、やっぱ本場のパスタうまっ。イカがめちゃくちゃ塩気効いてて麺とすっげえ合う。なんか容器の下にめっちゃイカスミのタレが入ってて、これつけて食べるとさらにうまくなるわ。ごちそうさまでした。歯ごたえあってめっちゃ満足感あった。食後の散歩をしていたらベネチア駅に着きました。ベネチアの観光街ではない住宅街に来てみました。結構古い家が多いんだなという印象です。こちらも住宅街側のベネチア。観光街とは違い静かなのがまたいいですね。夕日が見える方向に歩いていくといいポイントに着きました。観光客がほぼいない夕日の穴場スポッ
本当にベストスポットでした。夕日が沈んでいくとともに、今日もいい一日だったなと思える瞬間でした。歩いてたらお腹が空いてきたので、めちゃくちゃピザの匂いするこちら入っちゃいます。ピザの生地の匂いがすっげえ香ばしくて早く食いたいです。生地もちもちふわふわで、そこに若干のタバスコがいいアクセントしてるわ。ごちそうさまでした。よかった。宿に帰ってきました。おはようございます。朝飯食いに行きます。なんかヨーロッパ全体、特に女性の喫煙率めっちゃ高いよね。今日は曇ってて比較的過ごしやすいです。アジア人の観光客は韓国人が多くて、中国人と日本人時々っていう感じ。10時の鐘が鳴り始めました。朝飯にカネローニという味はピスタチオのデザートとエスプレッソ。パイ生地をカリカリにした生地で、中のピスタチオはもうね、すっごい口の中ですぐとろける。めっちゃサラッサラ。エスプレッソ相変わらずの濃厚さでデザートと合うわ。日本でもカフェとか行くと時々出されるあの味です。なんかチョコレートもついてたから、これも食べてみよう。甘くて濃厚なミルクチョコレートで、これまたエスプレッソと合うわ。ごちそうさまでした。うまかった。レストランの名前わかんなかったけど入ってみたらうまかった。いや、イタリア試したいサンドイッチがめちゃくちゃ種類あって日にち足りねえわ。これとか多分ね、コロッケのこれとか多分じゃがいものコロッケだった気がする。なんかゴンドラのスタッフが歌ってくれる時あるらしいんだけど、初めて遭遇したわ。アカデミーヤ橋に到着。アカデミーヤ橋はベネチアで最初の鉄製の橋らしく、老朽化により木造の橋に再建築されたらしいのだが、次に建設するときは元の鉄製の橋にしようという声が上がっているそうです。昨日来たリアルト橋ぐらい橋の高さがあって、すっげえ眺めいいわ。ボートの数も相変わらずたくさんあります。橋を降りるとアカデミア美術館に着きました。ボートの数も相変わらずたくさんあります。サンバルナバ教会に到着。13世紀から18世紀のベネチアの芸術品を所有する美術館だそうです。今日はレオナルド・ダ・ヴィンチの展示がやってるらしいので入ってみよう。入ってみるとダ・ヴィンチの模型や書籍が売られていました。ここから先は有料ゾーンらしいです。触って動かせるらしいのでやってみます。
おお、右手にも違うものがありました。ベネチアのボートは昼間だと90ユーロで夜は110ユーロ。ただこれは時代の値段らしくて、人数が多ければ多いほど1人当たりの値段は安く収まるそうです。小腹が空いたのでオープンテラスのバーで軽く食います。注文したメニュー届きました。サーモンのチケットタパスとミートボールのコロッケ、そしてプレセッコというベネチアのスパークリングワインだそうです。スモークサーモンの塩加減すっげー効いてて酒が進む味。苦味と炭酸がすっげー効いてて飲み応えがすげえわ。生地熱々で肉もしっかりとカレー粉みたいな味付けがされててすげえジューシー。最初牛肉かなって思ったんだけど食べ進めてみたら多分ラム肉かもしれない。ごちそうさまでした。バーブッソラ、ごちそうさまでした。ベネチアって昔から水害がすごかったらしいんだけどこれ今満潮かもしれんわ。ランチ2軒目のレストランに到着。店内にはこんな感じでいろんなパスタがあってその後にフレーバーを選ぶ。オーダー届きました。カッペリッテっていうハムを小麦と卵で包んだパスタのようなやつ。生地めっちゃもちもちで生ハムを生地で包んだ水餃子みたいな感じ。トマトの酸味もめちゃくちゃ濃厚でそこにバジルが入ってるからそれがいいアクセントになってるわ。生地の中に入ってる肉は生ハムってよりも生ハムをひき肉にしたような状態の肉って感じ。ごちそうさまでした。結構ボリュームあったわ。なんか俺が注文した後めっちゃ並び始めて結構な人気店だったっぽいわ。休日だからかサンマルコ広場前観光客の数やば。暑すぎてスーパーで多分0キロカロリーの炭酸飲料を買いました。いただきます。生姜とみかんの皮のエキスを絞り取ったような味で日本にはないね。一旦宿に戻ります。暑いので宿で休憩しました。今日も観光地の外れを歩いているとジュゼッペ・ガリバルディ将軍のモニュメント前に到着。記念碑の周りは池になっていて亀とか鯉が泳いでました。記念碑を進むとこんな感じ。東京の代々木公園に雰囲気が似てる気がします。ここめっちゃ涼しいので奥まで歩いてみます。一瞬で歩き終えました。なんかこっちに進むと島の端っこにたどり着くらしいのでさらに歩き進んでいきます。公園の中を歩いて癒されました。たくさん歩いてお腹空いてきたので飯食いに行こうと思います。
ベネチア来てから一番でっかい船発見。目当ての店ロティッセリアギスロンに着きました。頼みたかったリゾットが10分待ちということで、一旦白ワインだけ注文しました。苦味しっかりあって重ためな味がします。リゾット来ました。魚介の香りがすっげえいい。魚介と日本のシチューみたいな味がすっげえ濃くて、ご飯はねちょっと固めだから好き嫌い分かれるかもしれないけど、俺はすっごい噛み応えあって好き。リゾットってイタリア北部の食べ物らしくて、南では米が栽培しにくい環境だからほぼ食べられないんだって。エビちゃんもいっちゃいます。ごちそうさまでした。次ボロネーゼ行ってきます。なんかここのお店立ち食いって聞いてたんだけど、普通に全席座れてちょっと助かったわ。やっとお店入れた。ちょっと行きたかったとこが混んでて、結局その後探してだいぶ30分ぐらい時間かかっちゃいました。 Google マップで調べたら出てきたボロネーゼと肉だからロッシ行っちゃおうか。無事に赤ワインとボロネーゼ注文し終わったので、一旦炭酸水で喉を潤します。炭酸水って普通の水よりも炭酸入ってるだけでなんか美味しく感じちゃうから不思議だよね。ちなみに店の前の雰囲気はこんな感じ。今8時過ぎだからもうすぐで日没っていう時間帯です。ちなみに今回の店オステリアっていう名前がついてるんだけど、イタリアの飲食店ってリストランテ、トラットリア、オステリアっていう3段階があって、リストランテが一番最上級なフォーマルな感じで、トラットリアがカジュアルだけど味は本格的なレストランで、オステリアは日本でいう居酒屋みたいな格付けらしいです。パン運ばれてきたのでいただいちゃいます。塩気と小麦の素材の味が濃くてうまい。やっぱヨーロッパ小麦のレベル高えわ。先にカルドネソービニオン赤ワインが来ました。ぶどう自体の香りと味すっごい強くて、 100% のぶどうジュースにアルコールみたいな感じ。なんかラザニアってボロネーゼの前に帰ってたらしくて、うっかり見落としてた。まあでもうまそうだしいっか。生地もっちもちで中の肉もすっげえジューシーだから、これは大正解だった。ボロネーゼにパンつけても鉄板の味だよ。もうこれもう9時前っていうのに外こんな明るい。ヨーロッパの夏楽しすぎるわ。経験できてよかった。イタリア最後の晩餐うまかった。ごちそうさまでした。夜のサンマルコ広場、明かりが灯ってて美しいです。
てか夜なのに人すげえんだけど、やっぱ広場ってヨーロッパ昔からこうやって人々の集まる場所に使われてたんだろうね。おはようございます。宿をチェックアウトしました。ここの宿ちょっと場所が分かりづらいっていうのと、共同バスにシャンプーとかボディーソープないのがちょっと残念だったけど、1泊多分5000円台で全然コスパ良かったわ。なんと水上バスで空港に行けるらしいので、これ使って向かいたいと思います。バス乗り場めっちゃ揺れるってことでバス来ました。ということで無事に空港に向かいます。ちょっと窓汚いんで景色良くないんですが、ムラーノ島というベネチアの離島を通過してから最終駅が空港になるそうです。ルート的にはこのサンマルコ駅を出発し、おととい行ったリロ島を通過し、そしてムラーノ島というこちらの島に停車し、そして最終駅がここの空港となるそうです。ちなみにベニスの空港、マルコポーロ空港って言うんだって。なんかおしゃれだよね。空港に無事に到着。いや、空港まで水上バス1時間ぐらいかかって、バスだったら20分ぐらいで来れたらしいんだけど、空港まで水上バスで来れるなんて経験なかなかできないし、まあいっか。まだ朝飯食ってないのと、水上バスの中エアコン効いてなくてめちゃくちゃ蒸し暑かったから、早速ラウンジ行ってなんか飲みます。